皆さんこんにちは。アイズ・イン・ワンダーランドのアリスです。ゆきです。今日は画像生成委員会ですよ。やっぱりこちらが活動の中心ですよね。そうです。大切にしていきたいですね。ただ最近は AI アニメーションやダリ3の話題が多くて、ステーブルディフュージョンの話が少なくなっていますね。ステーブルディフュージョンも進化が必要な時期になってきているかもしれませんね。今回はその鍵を握るであろう SDXL に焦点を当てていこうと思います。でも SDXL 使っている人は結構少ないと思うよ。そうですね。ダリ3のパワーに完全に押され気味ですよね。でもステーブルディフュージョンには NG ワードなしのオープンソースというとても重要な部分がありますので、盛り上げていきますよ。今回は以前に紹介したフーカスがどんどん進化していますので、アップデート情報を中心に紹介します。フーカスは一気に SDXL を実用レベルに押し上げてくれていますよ。今回いろいろと検証してみましたが、すでに SDXL はまさに使えるツールになっていますね。アニメ系もリアル系もかなり良かったですよね。そうですね。 VRAM の使用が許される環境であれば、皆さんももっと使っていって良いと思います。ただし快適に使うには VRAM12GB は欲しいところですね。そうですね。 VRAM6GB の3006レイラップトップではスピードモードでの2枚の画像生成に2分40秒かかりましたので、ちょっと辛いですね。さて本日の内容ですが、この前編ではアップデートされたフーカスのアニメバージョンとフーカスのリアルバージョンを紹介していきたいと思います。後日に投稿予定の後編では新しく導入されたイメージプロンプトなどの紹介をしたいと思います。前編と後編の動画を見ると SD1.5 と SDXL の違いがよくわかると思います。きっと SDXL を使いたくなるよね。そうですね。すでに X では何枚か画像を投稿していますが、最後に私が作成したローラの紹介をしますね。毎日投稿しているのでアリスの X のページも見てみてね。このローラは SDXL 用のローラで、ダリ3スタイルのアニメ画像を生成するためのローラです。200枚の画像を集めて4時間ほどかけて学習したファイルです。実際はパターンを変えて3回作ってますので合計8時間以上ですね。今回の学習設定では VRAM24GB が必要でしたので、誰でも簡単に作れるわけではないと思います。メンバーの方に何もお返しできていなかったので、メンバーの方限定で配布させていただきます。何もできてなくてずっと気になっていたんだよね。そうです。コミュニティのメンバー限定ポストでファイルの URL と使い方を置いておきます。ではフーカスのアップデートを見ていきましょう。ところでフーカスのアップデートはどうやってやるのですか？フーカスはすべて自動アップデートですので、一度フーカスを起動すれば自動的にアップデートされますよ。Git プルコマンドなどは必要ないのですね。あくまでコマンドプロンプトの使用が必要ないように配慮されていますね。以前にインストールして最近フーカスを使用していなかった方は、一度バッチファイルでフーカスを起動していただければ自動アップデートが始まります。 UI が起動したら一度 UI とコマンドプロンプトを閉じてください。そうするとフーカス Win64 フォルダの中に通常のフーカスのバッチファイルの他にランアニメバッチとランリアリスティックバッチの2つのバッチファイルが出現しています。何ですかこれは？これはもともとアニメ系やリアル系に特化した設定がプリセットされているフーカス WebUI です。ご自身で設定もできますが、作者さんが調整した最も良いと思われる設定済みの UI ですね。まずアニメ系から見ていきましょう。ランアニメバッチをダブルクリックするとアニメ用に色々とプリセットされているフーカスの UI が起動します。起動時に専用のチェックポイントがインストールされます。モデルは SDXL 用のブルーペンシルのバージョン 0.5 と SD1.5 のドリームシェイパーバージョン8がインストールされます。お、前回アリスが絶賛していたブルーペンシルですね。そうなんですよ。私が紹介したものよりも新しいバージョンですが、ここで採用されていましたね。なんか嬉しいですね。そうですね。前回の私の動画の中で
チェックポイントをステーブルディフュージョンのモデルフォルダから呼び出す方法をお示ししましたが、ブルーペンシル SDXL とドリームシェイパーが指定したフォルダに入っていればチェックポイントのダウンロードは行われません。時間を短縮したい人はあらかじめ必要なモデルを指定したフォルダに入れておいてください。私はフォルダ分けして分類している関係でドリームシェイパーを SDXL モデル用のフォルダに入れなければならないのでちょっとめんどくさいですね。親フォルダを指定したら全部使えるとかはないのですか？やってみましたがダメでしたね。フォルダを複数指定できれば良いのですがね。そうですね。モデルのフォルダ分けは今後に期待ですね。SDXL のブルーペンシルは気づかないうちにバージョン 0.8 まで出てますね。今後デフォルトでダウンロードされるモデルが変更されるかもしれませんので起動時にコマンドプロンプトをチェックしてくださいね。ところでステーブルディフュージョン 1.5 のチェックポイントのドリームシェイパーがなぜ必要なのですか？それが今回の新しいところなのですが、リファイナーモデルとして SD1.5 のチェックポイントが使えるようになりました。効果は使いながら検証しましょう。チェックポイントはデフォルトではベースモデルにブルーペンシルが入っていて、リファイナーに SD1.5 用のドリームシェイパーが入っています。スタイルを見ていきましょう。スタイルも以前に紹介した時よりも種類が増えていますね。そうですね。かなり増えましたね。アニメスタイルではあらかじめアニメに関連するもののいくつかにチェックが入っています。 SAI アニメや SAI ファンタジーなどですね。新しくフーカスマスターピースもできていますね。この SAI は前回の動画でクリエイティブ AI のサイちゃんかなとお話ししましたが、多分スタビリティ AI の略ですね。なるほどなるほど。あとセッティングスタブの下の方にあるネガティブプロンプトを見るとネガティブエンベッティングとプロンプトがすでに入っていますね。とても親切ですね。至れり尽くせりでありがたいですね。では早速画像を生成しますよ。まずはデフォルトでどのような画像が生成されるか見てみましょう。プロンプトはとてもシンプルにワンガールにしましょうか。ではこれでジェネレート。このような画像が生成されました。 SD1.5 のブルーペンシルよりは少しリアル寄りのアニメといった感じでしょうか。でも細部までとても綺麗ですね。相変わらず画像生成が早いですね。ステップ30のスピードモードでの2枚の画像生成で RTX4090 なら16秒ぐらいですね。3060ラップトップの2分40秒とはだいぶ違いますね。そうですね。やっぱりだいぶ差が出ますね。次にリファイナーに SD1.5 のモデルを使用した場合と使用しなかった場合の画像を比較してみましょう。シード値を固定してあとは全てデフォルトのままで画像を生成します。ではジェネレート。左がリファイナーに何も設定しなかった場合で右がリファイナーにドリームシェイパーを設定した場合です。ちなみにスタビリティ AI が提供している SDXL のリファイナーモデルはアニメ系で使用すると少し実写の要素を混ぜてしまいますのでアニメ系画像を作るときは使用しない方がいいと思います。画像の比較ですがドリームシェイパーをリファイナーモデルに使った方が全体的にふんわりとした画像になっていて使わなかった方はシャープな印象の画像になっていると思います。このふんわりとした感じは主に輪郭線が細いことによる場合が多いですね。そうですね。ドリームシェイパーはどちらかというと細めの輪郭線を描きますね。全体的な構図に全く変化はないのですがドリームシェイパーを使った方は全体的に少し書き込みを減らしているような印象ですね。拡大して見てみましょう。顔ですが青い目の部分の書き込みがドリームシェイパーではだいぶ少ないですね。また髪の毛の輪郭線なども細いので全体的にふんわりした画像になっています。どちらかが優れているということはないようですね。どちらの画像が良いかは好みによりますね。あと背景の方を見ると背景の白い点の数もドリームシェイパーの方はふんわりとボケて少なくなっています。後ろの黄色い羽も同様ではっきりと違いがありますね。私もアニメ画像の画風についてはそれほど詳しくないですがどこまで詳しく描いてどこを描かないかということでアニメっぽさというのが変わってくるのかもしれませんね。全部を詳細に書くことが必ずしも正しいとは限らないということですね。
ちなみに本題からは少しそれますが、 SD1.5 のブルーペンシルで描いた画像ともちょっと比較してみましょう。コントロールネットのタイルを使うことで似たような画像にしています。 SD1.5 で描いた方が色々と書き込みは多いのですが、輪郭線の太さが強かったり弱かったりで一定ではないですね。あとは塗り方も少し荒いような感じの塗り方になっていますね。アニメ風に見せるためにあえてそうしているところもあるのでしょうが、特に後ろの翼のとこなんかを見ると違いがよくわかりますね。次にリファイナーに使うモデルを変えてみましょう。まずは SD1.5 用のブルーペンシルを使ってみますね。 SDXL のブルーペンシルから SD1.5 のブルーペンシルですね。ではジェネレート。白い画像になってしまいましたね。そうですね。 VAE の問題だと思いますが、モデルの中にはこのように使えないものもありますので注意してください。ステーブルディフュージョンモデルトゥールキットで VAE を焼き付ければ使えるかもしれませんが、今回は違うモデルを使いましょう。次に比較したのはカウンターフェイトです。カウンターフェイトは色がはっきりした感じですね。そうですね。色鮮やかな感じがしますね。拡大してもコントラストの強い画像という印象ですね。唇がカウンターフェイトっぽいですね。好きな人にはハマるかもしれませんね。次がメイナミックスです。メイナミックスは違いが分かりにくいですね。少し線が細くてふんわりした感じでしょうか。ドリームシェーパーよりはしっかりした感じですかね。拡大ですがリファイナーなしとの違いが一番少ないかもしれませんね。このように SD1.5 を組み合わせることでいろいろと画風を変化させられますので、皆さんも試してみてください。当然スタイルのところやアドバンスの設定を変えることでも画風を変化させられますので、ご自身のスタイルに合ったマイテンプレートを作ってみてくださいね。次にリアル系も見ていきましょう。 SDXL のやたらとつるんとした肌の感じはどうなっているのでしょう。ではリアル系のバッチファイルをクリックして起動します。リアル系ではリアリスティックストックフォトというチェックポイントのバージョン1がダウンロードされます。私はこのモデルを初めて知りました。持っていませんでしたので起動時のダウンロードを待ちました。これはかなり時間がかかりましたね。 SDXL のチェックポイントはそれぞれが 6.7GB ぐらいあってなかなか重たいですね。もう10個ぐらいダウンロードしたので少し減らさないといけないですね。そうなんですよ。このパソコンも 2TB のストレージがあるのにもう 250GB くらいしか残っていないのです。アリスは画像とか全然整理できていないからね。さて話を戻しましょう。スタイルのタブを見てみましょう。こちらはフーカスフォトグラフとフーカスネガティブにチェックが入っていますね。これも新しく追加されたものだと思います。モデルを見てみましょう。ベースモデルは先ほどダウンロードしたリアリスティックストックフォトが入っています。ローラのところはちょっと違うものが入っていますね。そうですね。 SDXL フィルムフォトグラフィースタイルというローラが 0.25 の強度で入っていますね。アドバンスのところもシャープネスやガイダンススケールが微妙に調節されています。そしてセッティングタブの中のネガティブプロンプトもいろいろと記載されています。まさにリアルを追求するための設定が細かく行われているのですね。親切ですね。本当に至れり尽くせりの状態ですね。ではこのままの設定で画像を生成していきましょう。まずは SDXL が得意な西洋人の美女を生成していきましょう。プロンプトは朝にカフェでコーヒーを飲んでいるフレンチブレードでブロンドヘアのフランス人女性のポートレートとしましょうか。なんか良い感じですね。ではジェネレート。かなり肌がリアルですね。そうですね。 SDXL のつるんとした肌は完全に改善されていますね。すごく肌がリアルで写真と言っても疑われないレベルですね。手はやはりちょっと大きさがおかしかったりコーヒーに指を突っ込んでしまったりですが、それでも SD1.5 よりは崩れが少ないのではないでしょうか。拡大してみてみましょう。本当に肌がリアルですね。ピクセルはとても細かいのですが少し全体的にぼやっとする効果を持たせることでリアルさを出しているようですね。髪の毛も一本一本までとても細かいですね。そして服も拡大してもとってもリアルですね。すごいです。
顔が私好みではないですが、本当に良い画像だと思います。次は日本人の女性も生成してみましょう。プロンプトは胸元の開いた黒のドレスを着た20代の女性にしましょう。ではジェネレート。これは結構良いですね。まだ私の好みの顔とは違いますが、結構可愛い顔ですね。以前に生成したなんか古臭い女性の画像とは大違いですね。こちらもかなりリアルですね。拡大するとやっぱりちょっとまつげなどの細かい線はぼやっとさせている感じでしょうか。日本人をプロンプトに入れると胸は若干小さめになりますね。ちょうど良い感じだと思いますよ。アクセサリーは拡大すると少しぼやけていますね。リアル系であればさらにアップスケールしても良いかもしれませんね。左の画像を2倍にアップスケールしてみましょう。2枚目の画像を選択します。インプットイメージにチェックを入れると画像置き場が出現するので、画像をドラッグ&ドロップします。アップスケールの2倍を選択してスタイルをクオリティにしましょう。これでジェネレート。設定を変えていなかったので2枚の画像が生成されましたね。1枚を見ていきましょう。アップスケールしてもちゃんとリアルさを残していますね。そうですね。本当にこのチェックポイントとモデルは優秀ですね。拡大してみましょう。今度はまつげもしっかり見えますね。日本人をプロンプトに入れると短めのまつげですね。イヤリングはもう少し精度が上がっても良いかもしれませんね。もみあげのところはすごくリアルですね。胸元のアクセサリーもかなり綺麗に描画されましたね。他のリアル系のモデルも試してみたのですが、このチェックポイントは飛び抜けて良い感じがしましたね。もう少しなんかこうマジックミックスみたいな美女を生成できませんかね。いろいろと試したのですが、私なりに考えた方法としては、一つはリファイナーにお好きなタイプの SD1.5 のモデルを使用するという方法ですね。マジックミックスを採用して画像を比較してみましょう。まず比較対象としてデフォルトのモードで画像を生成しますね。プロンプトは秋にエレガントなドレスを着た笑顔の女性のポートレートにしましょうか。ではジェネレート。いつも通りの西洋人の顔の女性が2枚生成されましたね。ではリファイナーにマジックミックスを採用してみましょう。ではジェネレート。画像生成中の動きを見ていると、確かに最後の部分で西洋風の顔からマジックミックスの顔に変化しているような印象がありますね。確かに画像が生成されました。私、顔はこっちの方が好きかもしれませんね。私も。ただ服を見ると細かいテクスチャーなどが壊れてしまってリアルさが軽減していますね。本当ですね。やはりリアル系では SD1.5 モデルを入れると SDXL の良さが少なくなってしまうかもしれませんね。次の方法としてローラを作成するという方法があると思います。マジックミックスでたくさん画像を生成していろいろと設定を変えながらローラを作成してみました。狙いとしては SDXL の画像の質を落とすことなく、顔はマジックミックスで出てくるような顔にするというものです。350枚の画像を学習したのですが、ディムとアルファを変えながら何個か作りましたね。最終的に採用したローラは VRAM24GB のギリギリの設定で5時間も学習しましたよ。なんかアリスのローラの紹介がこのスープは5時間煮込みましたみたいになってますね。本当ですね。ローラの効果ですが、効果は出ますがいつもうまくいくというわけではないようですね。ただ使うと可愛い顔が生成される可能性が高くなりましたよ。ローラのディムとアルファについてはこの動画で詳しく検証していますので見てくださいね。では画像を生成してみましょう。まずは比較になる画像を生成します。プロンプトはビーチにいるビキニの女性にしましょうか。トリガーワードのマジックミックススタイルをつけておきます。ではジェネレート。やっぱりいつも通りの西洋人女性が生成されましたね。そうですね。ではローラの効果を見ていきますよ。強度は 0.75 で
デフォルトで入っているローラの強度を 0.1 にしておきましょう。これでジェネレート。構図をあまり変えることなく顔は変わりましたね。元々の画像と比較して確かに東洋寄りのハーフっぽい顔になっていますね。でもマジックミックスとはだいぶ違いますね。まだ私のローラ作成技術があまり高くないせいだと思いますが、いい顔が出たりあまり良くない顔だったりと色々ですね。逆に顔が崩れてしまうこともありますね。ただ普通に生成するよりは私好みの顔が出る可能性が高かったですよ。確かにね。いらないと思いますが、一応概要欄からダウンロードできるようにしておきますね。強度を変えながら使ってみてください。結構重めのファイルなので使えなかったら遠慮なく捨ててね。あと話したいこととしては、イメージプロンプトやコントロールネットみたいな機能があるのですが、今回の内容がかなり多くなってしまったので、次の動画で紹介させていただきますね。またその動画の中でなぜ SD1.5 よりもフーカスを使った SDXL に注目しているかもお話しできればと考えています。最後にメンバーの皆さんにプレゼントするダリアニメスタイルのローラの画像ですが、いくつか生成した画像をお見せしますね。もし欲しい人は1ヶ月だけメンバーになってゲットするのもありですよ。トレーニングに使用したモデルである SDXL ブルーペンシルで画像を生成しました。このローラは画風を丸ごと学習させていますよ。Bing イメージクリエイターの画像でトレーニングしていますので、学習データに NSFW が含まれていません。そのため NSFW の画像生成時は強度を 0.7 から 0.8 ぐらいで使って、逆に学生服やメイド服などは得意ですので強度 0.5 ぐらいで使うと良いと思います。トリガーワードはダリアニメです。ではご覧ください。まずは学生服の女の子。定番のやつですね。ダリ3でアニメを頼むと生成してくれる感じの画像ですね。かわいい。メイド服の女の子。ふんわりした画風で全員かわいいです。背景も素敵ですね。魔法使いの女の子。顔がキリッとしましたね。みんなかっこいいです。刀で戦う女の子。手はどうしても崩れますがかっこいいです。ビキニの女の子。これはダリ3で出してくれないやつですね。かわいい。そしてそれ以上の女の子ですね。 NSFW もちゃんと生成されましたね。そうですね。綺麗でしたね。どうだったでしょうか。フーカスはアニメバージョンもリアルバージョンもとても素晴らしい画像を生成してくれたと思います。私の中では SDXL を使うならフーカス一択かなって思っています。 GPU のスペックが許すお方はぜひぜひ使ってみてください。ない人は頑張って RTX 306レイ買ってね。そうですね。値段も少し下がってきているようですしね。本日の動画はこの辺りで終わりにしたいと思います。ぜひチャンネル登録といいねボタンをお願いします。お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。